皆さん、こんにちは。IPA 国際不動産エージェントの天馬です。本日も弊社無料オンラインセミナー、グアム不動産セミナーをご視聴いただき、誠にありがとうございます。日本からわずか3時間で行ける南の島、グアム。特に私たちの世代は、本当に最近はそうでもなかったんですが、グアムって本当に近くて行きやすい、一番身近な海外として、本当に人気のあったところです。それでもまだアメリカの法制度で不動産投資できるにもかかわらず、ハワイやオアフ島の半分以下の値段で家が買えるという安さが非常に魅力なところです。本日はそのグアム不動産について、皆様に、セミナー差し上げたいと思います。それでは本日のプレゼンターご紹介いたします。まずは皆様おなじみ、弊社副代表鈴木学、不動産大好きなマナちゃんですけれども、IT エンジニアとしての仕事もやっておりましたが、皆様ご存知の通り、世界各地に、自ら不動産を保有して、投資家として活躍していらっしゃいます。そして、本日は、グアム現地からアンソニー・ゴドウィンさんに、お話しいただきます。ゴドウィンさんは、グアムでも、そうですね、5歳からお住まいということで、もうほぼローカルですね。50年以上も現地でお住まいで、Today's Realty 社を立ち上げて、今では30名もエージェントを抱えている、グアム最大の仲介会社として、成長されております。こちらの方で、グアム不動産協会の理事を6年も務め、非常に不動産業界でも活躍されていらっしゃる方です。はい、それでは早速ですが、鈴木さんの、講座の方からスタートしたいと思います。では、鈴木さん、よろしくお願いいたします。画面共有いたします。はい、どうも皆さん、こんにちは。鈴木でございます。いつもの通り私の前座講演をですね、10分ほどやらせていただきます。ちょっとグアム、とても近くて行きやすいんですけど、あまりに近いと私、まだ行ったことがないものでして、それなので、基本私の持ちネタで、米軍基地周辺の賃貸経営ということで、グアムに、限らず、日本国内のこともお話をしていきます。はい。すみません。なんか、ミートをお願いします。はい。はい。ありがとうございます。アメリカ軍は、基本、西太平洋地域にですね、展開をしておりまして、海軍、空軍、海兵隊、陸軍、基本的に全部、宇宙軍以外はほぼ全部、日本の近くに揃っているわけですけど、基本的に6万人以上、米軍軍属いる中で、ほぼ日本と韓国、この、在日米軍、在韓米軍というのが大きいわけです。はい、日本では首都圏および、沖縄、あるいは佐世保とか岩国とか、青森県の三沢とか、いろいろな、米軍基地があります。で、その中でグアムはですね、最近、米軍のプレゼンスが高くなってきていると。沖縄からもある意味移転していっているところでですね、存在感がどんどん大きくなっている場所ですと。はい。で、基本ですね、日本国内で東京に一番近い米軍基地というと、いろいろありますけれども、メインとなるのは、在日軍司令本部がある横田基地になりますと。これは西多摩地域ですね、福生市とか、羽村、瑞穂、昭島とか、その辺にありますね。基本的に東京の西部のベッドタウンになっている場所に横田基地があって、でそこにアメリカ軍属と家族8800人、プラス日本人従業員が2000何百人ということで、1万人以上がここで働いておりますと。はい、でこの横田基地内では、住居棟があるんですけれども、多くの方は基地の外に住みたいわけですと。特にこの位が高くなればなるほど、あるいは家族連れほど、このオフベースレジデンスってですね、基地外側の、に家を借りて住みたいというですね、ニーズは
元からありましたけれども、近年もさらに増えてきているわけです。で、横田の場合はですね、大体、アメリカの軍属家族の方々は車で移動しますと。で、福生ゲートというのが一番メインのゲートなんですけど、そこから車で15分圏内が、基本的に彼らが住宅を賃貸する、メインの地域です。で、福生羽村っていうところで、その青梅線が通ってるこの辺が、人気がありますけれども、もう少し離れたあきる野市とか瑞穂町みたいな、自然豊かな場所も、彼らは好んで住む場所です。で、基本不動産投資の、やっぱりメインになるのが、お家賃が結構高く貸せるということです。最低が16万円なんですね、月。はい。で、位が高くなると30万円を超えてきます。はい。なので、普通に地元の人に貸すよりは、1.5 倍から2倍ぐらいの、賃料で貸せるということですと。その代わり、横田基地がちゃんと認めるような設備を整えなくちゃいけない、っていうことがありますけれども、基本的に、設備投資をして、で、そのアメリカ、軍人に貸せるようにして、賃貸経営されているオーナーさんは、この一帯に結構多いです。はい、私もたまたまこういう仕事をしておりまして、はい、よく運んでおりますと。で、一つ、横田基地勤務の、比較的その若い軍人さん向けの、賃貸住宅の例が一つあります。これ今年じゃないですね。去年12月に分譲された、普通の戸建て住宅です。これもともと地元の日本人に戸建て住宅として売る予定だったんですけれども、はい。基本的にこの場所柄、そういう分譲するというよりは、基本投資家が買って、横田基地向けに賃貸運営をするということで、基本4個供給したんですけど、これ瞬く間に投資家が全部買っていったという、物件になります。場所があきる野市草花というですね、近くに、鉄道、はい、わかりました。で、ですね、こちらの先ほどの、あきる野市の、住宅なんですけれども、土地が42坪、建物が33坪、普通の、はい、分譲新築、住宅です。2階建て 4LDK です。カースペースが2台あるというのがですね、結構、米軍属にはポイントが高くて、はい、基本的にアメリカ軍の、将校クラスだと、ちょっと、シンプルすぎるんですけれども、若い軍人さんとかは、こういうところに住みます。で、横田基地の、基本的な規定があってですね、家賃は最低、横田の場合は16万円出ますというところです。で、それで買えれば、販売価格が2290万円なので、8.65% グロスで回って、かつ一度住めば4年か5年出ないっていう、はい、そういう物件になりますが、すぐ売れてしまいました。はい。で、この物件なんですけれども、立地としてはバス便なので、日本人から見ると不便です。はい。貸しても10万するかしないかです。日本人マーケットだと。ただ、車で移動するアメリカ人には問題がないですというところです。はい。ただし、問題があるとすれば、普通の日本の戸建てなので、1階にはトイレバスがあるけど、2階にはトイレがないんですね。で、これは、アメリカ人の視点だと、2階にもトイレつけてよっていうことになりますので、はい、そういう意味で、2階にもトイレつけているような物件を最初から作れた方が競争力が高いですよというところです。で次に、ですね、これ、福生かな、福生と、瑞穂の間ぐらいでですね、アメリカ軍需要に特化して、比較的ハイレベルの、軍人さんを、賃貸ターゲット、入居ターゲットとして設定して新築した物件です。これ、タウンハウス型なんですね。
で、2階建てで、アメリカ人から見ても3ベッドルームあるという、130平米以上あるものを作っておりますと。で、こういうものって日本の普通の、一戸建て住宅よりは明らかに広いし、かつ1階にも2階にもバスルームがフルでついているというですね、そういうスペックなのでですね、普通に日本の、マーケットにないものなので、需要に比べて供給が現時点では極端に不足しております。私もこういう賃貸経営やるのならば、横田基地周辺で比較的土地の安い場所で、こういうタウンハウス型をですね、複数と作れればですね、利回りはですね、8ぐらい出ることもあるかなと思います。こんな形で東京都内でも土地付きの住宅でその米軍需要という特殊需要を当てにした賃貸経営というのは可能ですというところですね。はい。で、そろそろグアムのお話、ちょっとだけ2枚だけあります。一応、私の投資仲間の曽谷野さんが書いているグアムでの不動産購入プラス賃貸経営の日記がありまして、ぜひ読んでみてください。で、彼の場合、ちょっとですね、2008年のリーマンショックのタイミングでグアムで、一戸建てを買いまして、それをやっぱりミリタリー向けに貸し出して、12年ぐらいずっと安定稼働をしていると。はい。で、その物件自体も結構な値上がりをしています。グアムは島でインフラ整備とか、特に上下水道みたいなのが、インフラ整備に時間がかかる場所なのでですね、基本的に家が足りません。賃貸住宅ボコボコ建つような場所じゃないっていうところで、既存住宅の価値は上がりやすいマーケットなので、ぜひ読んでみてください。最後のページ。日本在住の方でもグアム不動産で融資が可能。これ本当につい2日前、はい、確定したお話ですが、基本ですね、グアムってフィリピンの方がたくさん住んでいる場所で、フィリピンナショナルバンク、ごめんなさい、ナショナルフィリピンバンク、NPB か、フィリピンナショナルバンクのグアム支店で、日本に住んでいる方に対しても、融資が来月から可能に、なります。金利が 4.85%、融資比率は、物件査定額の 65% がマックス、融資額は15万ドル以上、期間は30年までというところですと。はい。そういうのができますので、基本もし融資を受けて買いたいという方は私まで、ご相談ください。基本的にグアムって融資が当たり前にある場所じゃないんですね。はい。大抵の方は、島の外から買う方はキャッシュで買うようなマーケットでしたけど、融資っていうのが一般化すれば、それはそれで不動産マーケットがかなり変わる、上向きになるっていう可能性も秘めていると思います。というところで私の前座講演を終わらせていただいて、アンソニーさんに、はい、バトンタッチをいたします。Hello, Anthony. It's your turn. Hello, how are you, Suzuki-san? I see Fred is on here also. Hi, Right. Fred. Hello, my name is Anthony, and I'm with Today's Realty in Guam. And today I wanted to introduce you to our island, our beautiful home in the Pacific, and just to provide you with some quick information about Guam. If you'll just, can I go ahead and share the screen? Yeah, you can do the share the screen. Yeah. 今から、はい、彼のプレゼンになります。私の方で簡単な、通訳をいたします。Okay. Can you share your screen? Yeah, it's coming up. Can you see now? Yes. Okay, do you want me to share the whole screen or just? Yeah, preferably yes. So like this is okay, or you want bigger? Yeah, that's all right. Yeah, perfect. Thank you. Cool. Yep. Okay, so most people from Japan know this area. It's called Tumon Bay, which is this nice big picture here. So we're gonna move along from there. Yeah. Guam has about
170,000 people, Yeah. including about 6,000 military now. So our military population has definitely increased, and it will increase again within the next 5 years. Our primary industries are United States military and tourism. And pre-COVID, Guam received 1.63 million tourists in 2019. 41% of those were from Japan, and that's all of Japan. That's from North Japan all the way to South Japan. One reason, Guam is just 3 hours from most major cities in Japan. And there's also a website in Japanese you can visit called visitguam.jp for more information on Guam in Japanese. Our goal is to reopen our tourism industry on May 1st of this year. Of course, that would depend on our source countries. As mentioned earlier by Suzuki-san, most of our tourists come from Japan and Korea and others. But currently we have vaccinated 80,000 people in Guam with the first dose, and 37,000 are fully vaccinated. So we have a large population already that's been vaccinated to protect them from COVID, as well as protect our visitors. So we're hoping that will help our visitors to be more confident in coming to Guam. はい、OK。OK。グアムはですね、17万人の人口がいる島です。うち6000人がアメリカの、軍人さんですね。はい。で、基幹産業がやっぱり、アメリカ軍基地とあとは観光になります。この辺皆さんすでにご存知かと思いますが、17万人の人口の島に、コロナの前までは、その10倍の163万人の、観光客の入り込みがありました。うちに 41% は日本から。あとは韓国からとかが多いというところです。で今、コロナの時代に入り、グアムも今のところはですね、来訪者に2週間の、強制隔離というか、自己隔離を、お願いしているんですけど、それが、よく行けば5月1日に解除されて、PCR の陰性証明が取れれば、隔離なしで渡航できる可能性があります。その時はぜひ皆さんも来てください。非常に強いのはグアムはですね、全人口の半分ぐらいがすでにコロナの接種をしているので、基本的に島民が守られている。で、来訪者も守られるであろうっていう状態が早めに実現しそうですというところです。Yes, okay. Your turn. Yeah. So we have our economic highlights. So we have several major projects underway. So Guam is now, they're building a very large Don Donki's shopping center, which I'm sure you're all familiar with. That's from Japan. And that's under construction. The government is doing an expansion at the Guam airport to increase obviously to address some COVID issues as well as increased capacity in the airport in Guam. There's also, as I believe maybe Suzuki-san mentioned earlier, there is a $8 billion marine base under construction that will join our Navy as well as Air Force bases on Guam, which by the way will also increase our population probably by another 7,000 or 8,000 people by the time support and military members are added to the mix. There's a proposal to build a new $600 million public hospital, as well as a new Tsubaki Tower recently opened on Guam. Many of you probably have been to Guam before, and if you have not, please come. We'd like you to come here, even for a nice visit. We have a lot of nice golf courses and a lot of beautiful hotels, many of them owned by companies in Japan. So there is a very heavy investment from Guam already in our tourism sector. And Suzuki-san. はい、OK, thank you. はい、グアムはある意味この島にしては開発ラッシュの状態になっています。コロナで眠ってるわけじゃなくて、その間にいろんなことが起こってます。大きいのはですね、まず商業施設としてはドンキのショッピングセンターが、これからできます。
で、アメリカ軍の基地も移転してきて、まあ、その海軍、空軍の方で、主にですね、7、8000人ぐらいの、人々が当該から移住してくると。となると、グアムの総人口17万人、そこに7、8000人が加わっただけで結構な、まあはいパーセンテージの増加になります。で、それに伴ってですね、病院とか、まあ高速道路とかですね、はい、その辺の整備も進んでおり、観光セクターでは特に日本から大きな、投資が行われて、まあ、椿タワーもそうですし、ホテルとか、はい、いろんなのが今できている状況です。はい、OK、thanks. So real estate, what's going on in real estate in Guam right now? It's a seller's market, as is most of the markets in the United States at the moment. Normally, we have about 300 homes, single family homes for sale. Right now, as of today, there are only 94, which means we have a very tight market. We hope that will change, over the next year to two with new construction. There was obviously a construction pause during COVID, especially last year. Things just recently restarted up this year. We have 263 condos for sale. We normally have about 400, so that's also down. What that's causing is, when speaking to the agents in my office, we typically see 5 to 6 offers, sometimes 10 offers on one house. Wow. So obviously prices are heading up. That's going to increase for a while, we believe. Although we're going to see more inventory coming later in this year and next year, the prices of those properties will be higher as labor costs have increased, as well as material costs have increased, just like everywhere else. Construction on Guam is all reinforced concrete, so it requires longer build times. Guam experiences typhoons and earthquakes, but our island is very resilient to those because we're built that way. We've always been ready for that ever since. We've changed our building codes, which of course requires that reinforced concrete building. Yeah. So our average single family home price is about $423,000. And the average island-wide condo price is $258,000. Of course, you can find different prices throughout the island, but those are the averages. OK。Thank you. はい。これ、グアムの不動産マーケットの概要なんですけど、もともと売り手市場です。基本的に新築があんまり立たないマーケット、売りあんまり出ないマーケットなんですけど、コロナでさらに売り手市場に拍車がかかっています。これはアメリカの他の大抵の都市とも同じなんですけど、基本的に売りに出る物件数が少なくなっている。でも需要は相変わらず旺盛というところです。なので在庫が特に一戸建てなんかは300個ぐらい在庫が売りに出ているのが今94しかない。当然それに人々が群がるので、1件売りに出たらオファーが5つとか10個とか入ったりするのがかなり当たり前になっています。当然不動産価格は上がる、はい、傾向にありますと。で、グアムの建物は基本的に RC です。要は鉄筋コンクリート。沖縄と同じです。要は、台風が、来ます。地震も来ます。だから、それで、まあ、台風が来ても大丈夫なように建てておりますと。まあ、そのこともあって、RC の建物って木造よりは建てるのに時間もかかりますし、まあ、離島ということもあって、まあ、建築する資材とかのコストも上がりやすい。人件費も今上がっているので、まあ、基本的にその不動産を作るコストも上がっていますので、基本的に既存の不動産価格ももう構造的に上がりやすい状態になっています。ということです。OK。So Guam has a very large military market. And as many of you might know, the Marine base that's under construction here is being built partially with funds from the country of Japan. So Japan is contributing $3 billion US to that project to expand that or to build that base.
And so the military personnel on Guam receive a overseas housing allowance to rent homes and condominiums on Guam. In the US mainland, they receive what's called base housing allowance, and that's different from overseas housing allowance. So in the US mainland, the US government will give the military member the money, and they can go rent whatever they want, and they can keep the rest of the money. So if they get $2,000 and they find a place for 1,000, they can keep the 1,000 extra in their pocket. But in Guam, and just like Okinawa and other places in Japan, like Yokota and others, it's an overseas housing allowance. So the military member must use the entire amount to rent a house. They cannot keep any amount in their pocket. So if they find a house for less than that amount, then the government will keep that money. They cannot keep it themselves. I understand. Yeah. So they usually will try to find something that's nice. And so we do have quite a number of renters in the marketplace in Guam that are military. Generally, the majority of HOA or overseas housing allowance rents are from $2,200 to $2,450 US monthly. And they also receive an allowance extra for utilities. Yep. So someone who receives $2,200 a month almost receives almost $3,000 a month when you include the utilities. Yeah. So sometimes some of the military personnel will rent a place and they will, try to use less energy and less expense so they can take that extra utility money and maybe do something else with it. Like go out, enjoy themselves and have a dinner and lunch, go to the beach, something like that. Right. So we do see that also. The bonus also is the US military personnel may use their OHA to purchase a home. So that is also causing our market to be tightened up as well, because they're able to use those funds as mortgage payments as well. So they're also buyers in our marketplace, in addition to renters. Majority are renters, but the number of people, of military personnel purchasing on Guam is increasing. Wow, nice. はい、こちらがですね、アメリカ軍マーケットですね、軍人マーケットの、概要説明になりますけれども、基本的にアメリカ軍に所属している軍人は、その住宅手当がもらえます。アメリカ本土の場合はですね、住宅手当もらって、賃貸住宅を借りて、で、それで差額が出た場合は自分で使っていいんですけど、グアムを含むこの海外というか、アメリカ本土じゃない場所に関して言うとですね、基本的に、住宅手当は全部使い切ってくださいっていう、ことです。自分で使っては原則いけないということなので、ほとんどの方はこの住宅手当の上限まで使いますと。逆に言うと、どのぐらいの賃料帯にフォーカスすればいいかというのが非常に分かりやすいマーケットになってます。で、現時点で住宅手当は1ヶ月あたり$2,200から$2,450プラス水光熱費なわけなんですね。なので、これプラス数百ドルっていうところです。はい。で、基本財形貯蓄みたいな制度もありまして、軍人向け、財形貯蓄でグアムで、その不動産を、買う頭金、あるいは融資制度っていうのが軍の中でもありますので、基本的に彼らは、多くは賃貸をしてますけれども、グアムの不動産を買う人たちでもありますというところです。はい。Yep. It's yours. Yep. So now we're going to go to a website to take a look at some properties. Right. Okay. 今から、ウェブサイトですね。で、実際の物件、はい、をお見せいたします。Oh, perfect. Can you see this one, Suzuki-san? Yes, coming. Yes, thanks. Okay, good. Okay, so this is a property that is in the central part of the island. It's called Leo Palace. So maybe you've heard of that. I don't know, but maybe you have. And it's called Leo Palace. It's a golf resort property
there are 3 golf courses on this property, and now the golf course is selling homes. They're building, these are all new homes. They're all brand new. So they're not selling the old ones. The old ones are all rented out. So they have a very large rental base in that property, as well as new homes that are being sold. So this is an example of one of those homes. To give you an idea, these are duplex homes. So there are two houses in here. They are approximately 1,800 square feet. So if you take a look on the inside, they have a 2-car garage. There is a back patio. It's like a lanai that looks at the golf course. Suzuki-san, let me know if you want me to stop. Okay, I'm all right. Yeah. Okay. Maybe you can stop. I will do some interpretation now. Yeah. Okay. すみません。今ですね、第1件目なんですけど、こちらゴルフコース隣接というですね、比較的高級に属するような一戸建てです。一戸建てというか、これタウンハウスというかデュプレックスといって、基本2棟がセットになってて、共有壁で、区切られていますけれども、それぞれ、家からすぐアクセスできるような、駐車場2台分に、あとは裏庭がついています。で、裏庭からゴルフコースがそのまんま、眺望があるという物件です。OK, Anthony. Yep. Okay, thank you. Yep. Alrighty. So the kitchens are very modern. Obviously, this is new. So there's a nice kitchen, nice big kitchen, and the dining room. Yeah. And another kitchen view, and another kitchen view, another living room view. You want me to stop? 見ての通り、今これキッチンとかダイニングルームすごいモダンですね。はい。Yeah. Very nice. Okay, ne? Sorry. Yeah. And then there's also a patio that looks out onto the golf course. Oops. So this is the golf course behind this window. So you're actually right on the golf course. All of these duplexes are on the course, on the golf course. I don't know if I'm going too fast, but just to give you an idea. All right. Yeah. It's okay? 見ての通りです。これ本当に新しいですね。はい。Yeah, very new, all brand new. そうです。So this is one example. Of course, local buyers and military buyers like this property, as well as investors. The rent on this property will most likely range between $3,000 a month to $4,400. Yep. So the rents are higher because of, obviously it's new and it's on the golf course. Yeah, right. こっち結構な家賃が取れますというのは、グアム地元の方も軍人の方も投資家の方もみんな好む、ゴルフ場隣接かつ新しい、お家です。で、家賃、ですけれど、貸しに出したら、1ヶ月$3,000から$4,000ぐらい取れるような物件です。そうです。Yep. Okay. And when you purchase a property on Guam, Yep. We don't charge any special tax as far as for foreign people. Yep. So we don't have a foreign tax like some countries do. So Yep. buying property on Guam is just like buying property similarly to the United States. Yep. So some countries have that. We don't have that here. So I want to mention that also. 特に、日本在住の方、がグアム不動産買う場合に、特に買うにあたって印紙税みたいなのもかかりません。これアメリカ本土で買った場合、かかりませんけれども、それと同じことです。Yeah. So we do, when you do purchase a home on Guam, like if you purchase this home, Yep. then if your income is under 50,000 a year approximately, then there is no gross receipts tax. So we do have a gross receipts tax here, which is 4% of the purchase of the not purchase price of the rent amount. So that would be a fee that you would pay to the government. But of course, there are exemptions for that tax. If you obviously own multiple properties, then you might find yourself subject to that tax. Yep. So that's one tax we do have.
家賃収入の年間の家賃収入が5万ドル以下の場合は最低税率でよくて、今のところ 4%。で、その辺も免除されるような条件というのがあります。なので、1件持つぐらいだったらその最低税率に収まることが多い。2件とか3件とか持たれるんであれば、もう少し所得税がかかる可能性はあります。ところです。Yep. And usually here, the tenant, of course, will pay the utility costs. Yep. So most properties in Guam do not include utilities. So the tenant will pay all the utilities, like water, power, and so forth. グアムの、物件を賃貸に出したとき、水光熱費は全部入居者が払ってくれます。オーナーの負担はありません。And also the return on investment we're looking at is between 4 to 6%. Yep. Generally, especially prices now are continuing to increase. Yep. We do expect some leveling off next year, I would assume, because obviously we'll have more inventory for sale at that time. 基本的にグアムのマーケットは、賃貸グロス利回りは4から 6% っていうところです。ハワイとかからのオアフ島とかと比べると結構まだ高いというところです。はい。今は確かにかなり物件供給がタイトなので、不動産価格が高いっていうところはありますけど、基本的にマーケット的にはそのくらいの利回りが出やすいマーケットです。ところです。はい。So there's a few other properties I wanted to show you that are available, that are listed for sale. So there's this other property on the beach. So of course, there are, this one is a 3-bedroom, 2-bath located in Tamuning, in Tamuning. Oh, nice. Yeah. And it's 1,431 square feet with an asking price of 565,000. So that gives you an idea of another condo that's on the beachfront. If this was in Hawaii, probably yeah. well, you know how much it would be in Hawaii. Yeah. Maybe you have to add one more zero. Yeah. これタムニンというですね、トゥムンビーチの隣にある、すごい人気のある地域のビーチサイドのコンドミニアムです。非常に特色のある場所です。これが56万5,000ドルで買えます。1990年築の中古なんですけれども、今見ての通りスーパーロケーションで海も見えるというものです。同じものをハワイとかで買おうとすると、何倍になるんでしょうかねというところです。はい。Okay. And then the next one, let's go back. What is the rent for this seaside property? Oh, this one most likely between 2,500 to 3,300. So 2,500 to 3,300. That range. Nice. これを買ってた時の家賃が月額2,500ドルから3,300ドルぐらいの想定になります。Yeah. And then let's go take a look at some single family homes. Okay. 海が見えてすぐそこで海水浴ができる割にはかなりリーズナブルだなと思います。世界中見ていて。There we go. Let's go take a look at this one. So some examples. So these homes we have here, these homes will all rent between 2,400 to 4,400. Oh. So it's a big range. Yep. And sometimes the range is determined. So if there are, of course, the house is the nicer the home, obviously the more rent that it will achieve.
But in general, most homes rent between around $2,450 if there's a family. Okay, if there's no family, then it's $2,200. And sometimes the military members, there will be two military members, like the husband and the wife, are both in the military. And so they're able to rent homes in the higher price ranges, for example, in the $4,400 price range. Wow. So they each get a housing allowance. So that's where the $4,400 rentals come in. Or sometimes we have situations where, for example, 3 military members will get together, and each of them has $2,200. So then they can pay $6,600. Wow. And they look for a very nice home, for example, houses with pools or near the ocean or with a view. So they'll be able to get something a bit nicer. And of course, they've got the budget for that because they've combined their housing allowances together. So I'm sure that happens in Japan too, in Okinawa and other places. 今ですね、賃料のお話をしてますが、基本的に今、このウェブサイトに出ているこのページの物件の想定賃料は$2,400から$4,400の間です。結構なレンジがありますけれども、大きく言えば、新しいとか、より、皆さんが好む施設がある、海に近いとか、そういう条件が揃えば揃うほど高くなる。でも、基本的にファミリータイプであれば$2,450は、家賃は取れるというところです。で、例えば、軍人さんのファミリーで、旦那さんと奥様がそれぞれ軍人だった場合は、$2,200 かける2の$4,400のお家までが借りられるということですが、で、一家の中で3人軍人さんがいる、そういう家庭だと$6,600ぐらいまで借りられるので、相当いいお家が、借りられるという、そんなマーケットです。Yeah, and I can let you know that next week when we check this page again, probably many of these houses will be pending sale already. 今ここで見せているこのページの物件は来週見てみると多分過半数はおそらくもう予約が入っている状態になると思います。それだけホットだということですね。Yeah, everywhere in the US, very hot. Yes, especially like right now. I think for Guam, it takes longer to build. So it takes about 9 months to build a house. So because of the concrete construction and so forth. And I think the US maybe is a bit shorter because they don't have to do the same things we do here. So they can probably build faster and they're closer to their source of materials. Right. And for us, everything that we build with is imported. It comes from somewhere else. Yeah. It takes longer to build. 基本的に鉄筋コンクリートで建てないといけないグアムでは、要するに建築の工期が長くなりやすいし、新築住宅を建てるための工期が長いので、既存住宅に人気が集中することが多いです。売り手市場なんで、そういう意味ではオーナー向けですね。賃貸経営向けだと思います。And also, Suzuki-san, for our owners, so for our company, we have quite a few owners of properties from different countries, and we also provide property management. So we can help them to manage their properties and take care of their tenants. That's good. What is the management fee for? Usually between 8 to 10% of the rent. アントニーさんの会社は、グアムで最大手の、不動産会社です。非常に成功しておらっしゃいますが、管理会社もやっておられまして、日本を含むですね、海外、当該の方々、オーナー様向けの賃貸管理もやっております。入居付けとか、賃貸契約周りとかですね。その辺全部やって、賃貸管理料はだいたい家賃の 8% から 10% ということです。So is there any more questions? Any questions? OK。今、現時点でもし質問あれば、どうぞ。多分今、写真見せてる間いいかもしれないので、もしよろしければ挙手でもいいですし、チャッ
トウィンドウに書いていただいてもいいですけど、現時点でありますでしょうか、ご質問。はい、今、すいません、失礼します。鈴木からもありましたけれども、この後ですね、一旦本編終わった後にフリートークの時間も録音を切って設けるんですが、はいせっかくですので、はい、今、何かご質問ございましたら、はい、チャットボックスに出していただいても結構ですし、はい。はい、ぜひお願いいたします。Sorry, Anthony, one question from me. Sorry. ちょっと私の方で質問させていただきます。What about the commercial property that if any commercial property like a restaurant or hotels, things you can offer? You know, right now there's a couple of small hotels that they're not on the market. They typically are not marketed through public marketing. So we do work with buyers. We also work as buyers agents here. Guam's real estate market is organized like the US market. Yep. So typically in Guam, for example, real estate commissions are paid by sellers here typically. I know in Japan it's kind of split, right? It's right. So it's a little different from the US. So but our company, for example, we do represent buyers and we do represent sellers both. So sometimes we get inquiries from companies that want to purchase buildings here or purchase land. I just worked with a company from Japan actually that purchased some property here to build something. So I can't say what, but they're going to build something in Guam. And we do get a lot of inquiries from Japan because obviously Guam has a lot of influence from Japan, a lot of businesses. Majority of our tourists are from there. We have a great infrastructure. Like right now, even though our tourism industry is basically on hold, we have a lot of infrastructure with a lot of people who speak Japanese. We have a lot of businesses that support our Japanese clients and customers. So we have a lot of built-in infrastructure ready for our visitors to come back once they come back. So obviously we're already receiving inquiries from some companies that want to expand into Guam for commercial purchases and so forth. Yes, we do. Okay, thank you very much. はい。ちょっと私のさっきの質問、日本語で解説しますけど、基本的にグアムという土地柄ですね、住居物件だけじゃなくてですね、その商業物件、例えばレストラン、ホテルとかですね、そういう需要もありますので、その辺も扱いますかって、聞きました。で、アンソニーさんの会社ではそれも扱います。ただ、グアムって島なのでですね、基本的に商業物件のお話というのは、結構マーケットに公開されるというよりは、内々で出ることが多いようです。はい。で、その辺は、アンソニーさんの方で、情報をつかんだりですね、例えば日本からのバイヤーさんのために、そのバイヤーさんに立った、エージェントとしての動きも、できますと。で、今、間もなくグアムの観光もオープンになりそうだということで、引き合いも来ているようですというところです。で、ちょっと私の方で質問、彼にやります。質問もいくつか今来てますが。Okay, one question, Anthony. If an owner want to use the purchase of property and do some Airbnb, like vacation rental things, are there any legal restrictions in Guam? We have a law here. You have to get an Airbnb or like a bed and breakfast license. Yes, we do have a law here for that. Ooh. And you have to just get the license for that. And then there's a tax. So the tax here in Guam is the same tax as the hotel industry tax. So you will pay the same tax as a hotel would pay. Wow. Usually the Airbnb in many countries, including Japan, they only provide dwellings, like the living space. They don't provide breakfast or meals. So still in Guam, for the Airbnb, the government required the B&B license. You still have to have a B&B license. Yes.
Okay. You have a license. And most places don't provide the breakfast either. Okay. Thank you. Most places still don't do that. Yeah. 基本的にですね、旅館業許可というか、ホテル業許可が必要です。B&B ライセンスって言います。で、そして、ホテル税を払う必要があります。なので、Airbnb で、食事を提供しないような普通の、民泊的なものでもですね、ホテルと同じようにライセンスが必要で、ホテル税を払う必要があるということです。私もハワイで自分のコンドミニアムを、運用したときは、ホテル税払ってました。はい。それと同じような感じになります。というところですね。What is the tax rate for the hotel tax, if you know? Right now, it is at 16% of revenue. Occupancy tax. Yeah, it's an occupancy tax. 16% ですかね。はい。基本的に、いろいろな計算方法あるんでしょうけど、基本的に税率 16% のホテル税がかかると、いうことです。はい。鈴木さんとすみません。もう一つ質問来てますが。はい。ちょっと私からは Airbnb しか見えてないんですけど。はい、大丈夫です。グアムに住んでいて考えるハワイにないグアムの利点は何ですかというご質問です。Oh, that's a good question, Anthony. One guy is asking, what is the advantage of Guam compared with Hawaii in terms of the property investment? Well, I can give you the first advantage is right now it is 5:54 p.m. in Guam. And it's 4:54 p.m. in Tokyo, and it's the same day. So when you and of course the expenses in Guam are lower. The cost of ownership is lower here. Yeah. So those are the big ones. And I think the time zone is similar. The fact that you can come to visit your investment, and not have to change, obviously travel across the Pacific to get somewhere. Yeah. That's a big advantage. That's always been Guam's biggest advantage is location. Right. So our biggest advantage, I believe, is location. Yeah. We have a small population. We don't have a huge population. So we typically have about, before COVID, we had about, 1.63 million tourists, but we have about 170,000 people. So 10 times our population is our tourism industry. Right. And then we have a growing military segment. So our growing military segment is big for us. It's a big investor segment. Yeah. We do, even Hawaii has an inventory problem. We all have inventory problem right now. So the cost of ownership here, the cost of the enter the market is much lower than, for example, for Hawaii. Of course, I also love Hawaii too, right? But if you want to buy a house in Hawaii, in a nice location, I might have to go far away to get a good cheap property. Whereas in Guam, our house prices are probably almost half of Hawaii's house prices. So you still have the opportunity to get in to our market. And Guam is not the island is not growing. The island is not going to grow anymore. So the land will become less and less and less over the years. So I think values will of course increase. Of course, we all know that things go up and down, right? Yeah. So, but I do think that we're at a good stage. But I also love Hawaii too. Yeah. So, yeah. But I think in Guam, I can. If I invest in Guam, I get a better return on my investment. I believe. Much better return on my investment, and that's what we're all looking for. Yeah. When we spend our money, we want to see what's going to come back to us. Yeah. Right. So I do think that we get a better return on investment, and a lot of our hotels and our properties in Guam are newer. So when you build something out of concrete, it's not like in other places where you build it out of wood. You end up with all kinds of other costs of maintenance, right? And so I believe our costs of maintenance are probably lower because we build everything out of concrete. Yeah. So there's a lot of reasons, but those are probably the major ones. Yeah. And Guam is just so beautiful. Okay. So Thank you very much. はい。ハワイと比べた時のグアムのアドバンテージですけど、いろいろありますが、なんといっても不動産価格が安いですと。
はい、ハワイの約半額で、買えます。ハワイで、グアムで買える予算考えて、ハワイで同じような家を買おうとすると相当離れたところに行かなくちゃ買えないんですけれども、グアムの場合は非常にリーズナブルだし、その分、利回りも出るというところですね。あと日本から行った場合は、行く距離がハワイの半分で済みますし、ほぼ時差がないというところもありますね。はい。で、それで言っても、グアムはグアムなりに小さい島なんですけれども、大きな観光産業と、また今伸びている米軍の産業っていうのもあってですね、基本的に不動産価格というのは、いろいろ波はあっても、基本的には右肩上がりになってますというところです。いろいろチャンスがありますというところです。OK. ありがとうございます。One question about the movement of U.S. military from other part of, So some news is saying that there's some delay of moving the military from other locations to Guam. What is the actual situation now? Right now, there's a lot of construction going on, and so I believe it's going to be. They have already officially opened the Marine base. Yeah. So the Marine base is officially live. It's open, but there's no housing in there yet. So they're about to issue more contracts to build the housing, to build the barracks for the Marines. Oh, okay. Yeah. So we are seeing, so they basically been working on infrastructure. So widening the roads, putting in electrical. There's a new power plant that's going to be coming online probably within the next 3 to 5 years. Because obviously we need more infrastructure to support such a change in population also. So there were delays before, and I guess there's always going to be delay. COVID obviously, I think, caused a small delay, but the construction did not stop on the Marine base. They continued that construction. Yeah. So they've already widened highways leading to the base. Yeah. So it went from 2 lanes to 5 lanes. So things like that have already been done. So they're starting to, so that now the contracts are coming out to build the buildings, to build the barracks. They're already building like the office buildings and things like that. But the barracks is where the Marines are going to live, and those contracts are now coming out. Yeah. Thank you. But it takes time to build. Yeah. 基本的にですね、米軍、グアムに移ってくるのは主に海軍なんですけど、海軍の基地自体はもうすでに公式にオープン、しているんですけど、基本的に、軍人さんや家族が、移ってくるときに、家も住む場所も必要ですし、いろんな道路インフラとか発電所とかいろんなインフラが必要ですと、そのインフラというのはどうしても時間がかかりますので、基本的にはインフラドリブンで時間がかかっていますということですが、それはグアムっていう場所の特性上そうなりますよというところです。はい。Okay, the other question is there any rainy season in Guam, like in the climate-wise? Yes, we have 2 seasons, Yeah. rainy and dry. Okay. So right now we're in dry season. Oh, when the rainy season starts? The rainy season, that's a good question. I think November to last month was rainy season, last year November. Okay, and now sure. we're going to go back to wet season again in November again. Yep. But I have to mention also, usually in Guam we have big typhoons. Yeah. But in the last, oh my gosh, more than 15 years, no big typhoon. Okay. So weather pattern changing, right? Right. Unfortunately, some of the typhoons went to our neighbor island, our best friend island, Saipan. Got some bad typhoons, which they never got before. Guam was the one getting those. For some reason, we haven't received any bad typhoons in the last, 15 plus years. Right. So we're hopeful we won't get any more, but we're always prepared. Always be prepared. Thank you. Yeah, good. 季節なんですけど、基本的にグアムには2つの季節があります。要は寒気と雨季です。雨季は12月から3月。
でも今は乾季に入ってます。ただ乾季にも巨大な台風が来ることはありますけど、なぜかグアムは最近15年間でかい台風の来襲がなくて、むしろもっと北のサイパンとかあの辺に巨大台風が行ってる傾向であるようです。というところです。Okay, another question is, what is the advantage of new built homes compared with the second-hand homes in terms of the investment? Okay, Yeah. so the first advantage is, of course, they're new. They're more modern. Typically, they're more modern. They have they include a warranty. So normally, new homes include Guam law requires an 18-month warranty on new construction. 18 months. So the buyer gets the new construction warranty. So that's a big advantage. Primarily, they're newer homes, and so if you're a tenant, and if you look at a new home versus an older home, you're probably going to choose the new home because it's going to typically has bigger bedrooms, more bathrooms. Some of the older homes have only one bathroom, for example. Okay, sure. And the newer homes can have 2, maybe 3 bathrooms sometimes. But there are also opportunities for older homes where someone can buy an older home and renovate that home. And refurbish it and modernize that home. And then also be able to take advantage of tenants who are looking for newer homes, but they're looking at a renovated homes. And there's a lot of renovation work also going on as well in older homes. Okay, there's just a simple question. The newer homes tend to be more costly than older homes, or it's not quite? Yes. Because construction materials are costlier, labor costs. Guam, when the U.S. government announced the military construction, they needed a lot of workers. And so many of those workers came from other countries to Guam because Guam does not have a source. We have a local source of workers for construction, but not to meet that kind of a project size, right? So that, of course, affected our local market because many of our local construction workers are also working on the big base projects. So it kind of also pushes our costs up a little bit. Yes. But next year, and actually the U.S. government recently gave Guam permission to also bring workers in for local projects, not only for military projects. So that will, because the U.S. government controls Guam immigration, so we will now be able to bring workers and also now from the Philippines again, because many of our workers before came from the Philippines. So that the Philippines is now permitted to allow workers to come to Guam from the Philippines to work on our local projects as well as military projects. Okay, thank you very much. 基本、新築と中古はそれぞれの良さがあります。価格に関して言うと、一般的に言うと、今の新築というのは、価格が高めになる傾向があります。中古は、以前の労賃と以前の材料価格で建てているので、それが値上がっておりますけど、新築で言うと、確かにですね、グアムって人が少ない上に、基本的には今、基地の建築の方に人手が割かれているので、なかなかその基地以外の民間住宅の建設になかなかそのワーカーが確保できないっていうところがあって、それは来年からフィリピンの労働力っていうのをグアムに移入するのが促進されるので、ちょっと緩和はされると思いますけど、基本的に新築はそういうところで高くなりがちなんですけど、良さもある。それは新築だと18ヶ月の構造保証っていうか、基本的にはデベロッパーが貸しに対して保証するという、そういう制度もありますし、今のライフスタイルに合ったモダンな設備も入れることができるということです。中古になるとやっぱりその今のライフスタイルに合わない部分っていうのはどうしてもあって、特に今はバスルームの数は多めの方がいいんですけど、中古は一
1軒に1個しかバスルームがないこともあるのでですね、そういう場合は、そのバスルーム増設するとか、レノベをするみたいなことで、今のライフスタイルに合わせていくっていうことが必要かと思います。それぞれの良さがあって、個別に見ていくべきかなというふうには思います。そうですね。Yep, right. Thank you. ありがとうございます。